これは佐賀出身です。これとですね、これと、それから、これ満州から、満州で試験受けて入ってきたんです。音籍は佐賀になってますからですね。だから、佐賀出身ということになってます。で、これが中隊長。これは、お父さんが韓国人です。朝鮮。お母さんが日本人。もう亡くなったらしいですけどですね。一中隊の中隊長、これが二中隊の中隊長。これが佐賀の軍司令部の、これが岡本班長。あそこの、なんだろう、タラの出身。亡くなったらしいんですよ。ここは全部出たんですよ。私もこれ、特攻で亡くなったのはこれなく、陣内ですね。特攻で亡くなりました。お姉さんが福岡におるらしいんですけどですね。これはね、本に出てますけども、だいぶ苦労してますよ。藤山。これちょっともう口に言えないくらい苦労してるんですね。でも、帰ってきて、大阪の警察に勤め、なんかだいぶ偉くなったんですよね。で、佐賀に帰ってきたんじゃなくて、ちょっと用事来たんじゃないかな。佐賀駅まで来たから会いに来いって言うもんだから行って。で、会うて、10日ぐらいしてから亡くなったんですよ。藤山。これ4人、知覧まで行って、知覧で空襲に遭って自分の飛行機を燃やされたもんだから、また満州まで取りに戻ってきたんですよね。その時にやっぱり、よくも生きて帰ってきやがったっていう人間もいるんですね、同士で。私は、とりあえずすまん、飛行機取りに戻ってきたぞって言ったら、よかったなって私は言ったんですよ。同県人だからですね。私も受け入れたんですけども、他のやつが受け入れなんで、なんか、他のところで寝泊まりしたところで、拳銃を私にやろうかって言ったら、拳銃持ったってしょうがないから、いらんって言って、いらんならって言って、飛行場でポン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 で拳銃を撃った覚えがあります。それで他の部隊に行って、また飛行機がないからということで、なんか、どうなったかな。とにかく、ソ連が、攻めてきた時に、ソ連の戦車に体当たりしろっていう飛行機もらったとかっていう。でも、バカバカしくて、できるもんかって言って、そして、逃げたけれども、在留邦人のところに行ったら、在留邦人に密告されて、ソ連に捕まって、で、ソ連で重労働して、それから直とかで日本に帰ってきたっていう経歴の持ちです。で、彼は私の家に会いに来まして、そんな話はしなかったですよね。大体私と同じぐらいの時期に帰ってきたんですよ。藤山。で、これが野口。これが今
年の1月か2月に亡くなったんですね。あったんですよ。野口は久留米におりましたから。私は久留米の方に行ってこれの自宅には行かなかったんですけど、私の家にはよく来ましたですね。あんまりしないですね。野口。これがね、復員してきてから、佐賀の映画館でストリップが劇場があったんですよね。見に行ったら、これ来たもんね。表に出ようって出て、昔話したことを覚えてます。それで一番最初、大叩きです。これも特攻に3回。これが特攻に3回行って戻ってきたやつですね。そこにおります。そこの自宅はなんか見たです。この家もですね、これ不動産屋してたから、この家も紹介で買うた家なんですけどね。だからもう特攻の話はしなかったんですね。これが生きてる間は、できんなと思って。私は一応遺書みたいにしてこの裏のことをずっと書いてるんです。それをこれ見せようかなと思ったら、こうやって話にならんなと思ってとうとう見せなかったけどですね。それです。あれはね、あれは一般に公開したらやっぱりその親族の人がねいるでしょう。親はもういないけども兄弟とかね、甥とか姪とか。今はもうそんなこと言ったってほら不名誉なことはないけども、もう今更いらんことだからと思ってもう発表しないんです。人が喜ぶことだったらいいけどもねえ、悲しんだりって思うようなことだったらもう言わん方がいいからなと思って、そういうこともたくさん裏の話はありますからね。いや取り立てて言う必要はないなと思う。これもうこれみんな亡くなりましたですよね。基本操縦の7人組。いやみんな特攻です。特攻命令を受けたんですよ。出撃したのはこの宮城だけやないかな。あとは帰ってきてますみんな。奥山も帰ってきたね。斉藤これも柴田は熊本出身だった。あれはこれついてないです。あれは重箱に行ったから四国の出身のあれなんて言ったかな、あれ遠藤やない、近藤っていうやつさ、四国出身のね俺重箱になったって。重箱とか軽箱とかですね行ったとは特攻行ってないんですよ。だから後でよかったやねんかして言ったら
まあなしていい。ああ、射撃の方も兼任している人ですよね。あ、そうでしょ。ああ、はい。ああ、そうですよね。では、沖縄に行ったんじゃないか。沖縄でしょ。胴体着陸してね。あれ何機か行って、1機ぐらい、1機ね、しか成功しなかったし。しかしね、みんなね、亡くなったんだろうな。あれ台湾出身者もだいぶいたらしいですね。水拳がバントを持っていったとかっていう話だった。技術空挺隊は本当台湾出身が多かったって聞いたもんね。チランに行ったら写真があってですね。